Thank you, Kubota Sensei, for taking the time to speak with us at El Camino de la Serpiente, Hebi no Michi. We are great admirers of your work. Many animation fans enjoy identifying animators based on their style in specific scenes. Who would you define your style and how what evolve over time? いきなり難しい質問ですね。昔から結構個性がないのは自覚してて、自分の絵柄はこうです、自分の描きたい絵はこれですっていうのが小さい頃からなくて、プロになったらそういうのが生まれるかと思ったらそういうわけでもなくて、プロになってからももともとアニメーションという仕事がいろんな作品でいろんな絵柄を描かなきゃいけない仕事であるっていうのもあって、結構作品ごとに絵柄をこう変えてきたんですね。で、いろんな作品の絵柄に合わせられるのが逆に自分の今は長所になってるかなって思ってます。You had prominent scenes in Dragon Ball Super Broly, including the illustrations in the credits. While working on those illustrations, did you already know to animation they wanted you for Dragon Ball Super Hero? How did you receive the news that you will be involved as animation supervisor and character designers in the movie? 分かってなかったです。制作は一応スタートはしてたっぽいんですね。ドラゴンボールスーパーヒーローはドラゴンボールで初めて 3DCG でアニメーションになったので、テストをだいぶ昔からいろいろ重ねてたみたいで、ブロリーやってた時も3D 班はドラゴンボールスーパーヒーローの準備はずっと進めてたんですね。でそれがいろいろ紆余曲折を経てですね、どうにもならないってなって、誰か絵のビジュアル面で仕切ってくれる人が誰か必要だってなって、私に声がかかったっていう感じです。In Spain, Dragon Ball Super Hero became the highest grossing Dragon Ball movie ever. Yes. And how do you feel about this? And do you have any message for the Spanish fans who after watching the film's prologue, and also Dragon Ball Daima, they hope you will be involved in new projects. Yes. そうなんですか。ドラゴンボールとなってるんですね。スペインで？そう、スペインで。へえ。そして発表ですか。まずですね、発表はちょっと私はできないので立場上東映アニメーションだったり集英社だったりっていうのは、鳥山先生が亡くなられた後も「ドラゴンボール」というコンテンツを大切にして作品はずっと続けていくと思うので、いずれ遠くない将来きっと新しいプロジェクトがいっぱい発表されるんじゃないかなと思ってて、で私も機会があればそういうところに関わっていきたいなって思ってます。スーパーヒーローですよね。初めての「ドラゴンボール」の3D の映画だったっていうことで、やはり作ってた私たちスタッフもずっと不安だったんですよ。この作品がファンの人に受け入れてもらえるかどうかっていうのはずっと不安だったんですけども、鳥山先生の書いた脚本が非常にオーソドックスにすごくドラゴンボールらしいストーリーを描いていて、でまた3D のアニメーションチームも非常にクオリティの高い映像を作っていたので、きっとこれはファンの人に好きになってもらえるんじゃないかっていうふうに自分たちは信じて作っていたので、スペインでそういうふうにヒットしたっていうのが聞いてとても嬉しいです。What were your thoughts when you were first introduced to Daima and asked to join the project? Now that the series is complete, how do you evaluate your role in it? 先ほど先のことはまだわからないという話をしましたけど、結構本当にわからなくて、東映で仕事してて「ドラゴンボールスーパーヒーロー」スーパーのスーパーヒーローで、作画監督をやってたにもかかわらず大魔のことを何も聞かされてなかったんですよ。で全部終わって完成してからプロデューサーに呼び出されて、今度実はこういうのがありましてって話をされて、遅いと怒ったんですね。その時もっと早く言ってくれと、次の仕事決めちゃったって言って。でも
中鶴さんがキャラクターデザインで鳥山先生原案でテレビシリーズをやるっていう機会はもうなかなかもう今まで考えられなかったことだったんで、もうぜひやりたいと。で一回そこでじゃあ、仕事を急いでやって自分のところに話が来た段階でまだ第1話の作画監督アニメーションディレクターですね、作画監督が決まってないって言われたんですよ。あ、そうなんですか。でも久保田さんも他の仕事やってらっしゃるので、作画監督できないですよねって言われて、いやできますと私がやりますと、もう中鶴さんがキャラデザで私がその作品の1話でそのクオリティを支えるんだっていうもう野心があったのでやらせてくれと。で1話の作画監督後から決まった感じですね。そのエピソード1の話ですね。Thank you so much.ありがとうございます。We have a gift, the Spanish edition of Superhero. Oh, thank you. スパイ